ワンコインの弁当でまだおかわりかよ。もう3杯目だぞ。ここは炊き出しどころじゃねえんだよ。助手さん。店の看板にご飯おかわり自由って書いてあるだろ。あんたが自分で書いた字だろうが。みんな、私が書いたけど、それが何か。あんたたちがそんな大食来だなんて知るかよ。弁当一つで、釜の飯半分も食いやがって。これじゃあ商売上がったりだよ。俺たちは肉体労働だから食う量が多いんだ。それはあんただって分かってるだろう。最初はご飯おかわり自由だって言ったじゃないか。それを今になってランブリかよ。何をごちゃごちゃ言ってるんだい。嫌なら食うな。うちの客が減るわけでもあるまいし。特にあんた、しょっちゅう大勢で押しかけてきて。いつも一番おかわりするじゃないの。飯を食いに来てるのか、うちの邪魔しに来てるのか、どっちなんだい？上昇、言い方きついな。たかが飯のおかわりで、そこまで言うかよ。金払わねえわけじゃねえのに。忘れたのかね。半年前、この店が潰れかけてたの。俺が毎日、仕事仲間を連れてきてやったんだ。それに、この店は安くてうまいって、あちこちで宣伝もしてやった。そしたら現場の連中がみんな来るようになった。それで店の景気が持ち直したんだろうが。それが今日になったら、この手のひら返しかよ。ただの作業員のくせに、飯を食うだけで文句ばっかり。うちが気に入らないなら、自分で作ればいいだろ。あんたたちには、道端にしゃがんで、弁当でも食ってるのがお似合いだよ。なんだと？なんだい、やる機会。指一本でも触れてみな。この店には、防犯カメラがあるんだからね。もういい。今日の飯代だ。最初からそうすりゃいいんだよ。もう二度と来ないでよ。ああ、もう来ねえよ。誰を脅してるつもりだい？どうせ明日にはまたおとなしく来るくせに、この辺りで飯屋はうちだけなんだから。ジョーさん、このままじゃ俺たちは黙ってられません。あんたの一声で今すぐ奴の看板をぶっ壊しに行きますよ。看板を壊す。それでどうする？警察に通報されて、お前ら全員パクられるぞ。田舎の嫁さんや子供が仕送りを待ってるんだろうが。じゃあ、このまま泣き寝入りしろって言うんすか？誰が泣き寝入りするなんて言った奴が言っただろう。自分でやれってな。ならこっちも自分でやってやろうじゃねえか。どういうことだ？この現場に何人いる？100人ぐらいか。100人以上だ。毎日昼飯に困ってる。外の店は高いし、愛想も悪い。俺たちで食堂をやらねえか。自分たちで誰が飯作るんだよ。長さん、確か言ってたよな。奥さん昔、地元で学校の食堂で働いてたって、大勢の飯を作る。腕は確かだってな。ああまあな。一人で200人分は賄える。そっちの奥さんは、俺の神さんは昔、工場で食堂の手伝いをやってたんだろ。ああ、そうだ。野菜切ったり、ゴミしたり、手際が良くてな。ほら、役者は揃った。俺が、おじたかしに電話する、中古の厨房機器を扱ってる。備品は任せろ。でも場所は、それに営業許可とか、保健所の許可とかは？場所はな、現場の南にある古い倉庫を使う。俺が本部に掛け合ってやる。許可証は連れに頼む。役所の人間で顔が利くんだ。金は俺が立て替える。食堂が軌道に乗ったら、食費から少しずつ天引きすりゃいい。やりましょう。ジョーさんが金も労力も出すって言うなら俺たちは人手を出します。帰ったらすぐ嫁に話します。慌てるな。まずは場所の片付けからだ。この3日間で。ここ厨房と食堂に仕切って、水道と電気も引く。やれるか。100人以上いるんだぞ。倉庫一つ片付けられないわけないだろ。お前らやるぞ。もしもし、おじさん、俺だ。上輪、ステンレスの調理台ってあるか。炊飯器と冷凍庫も。ああ、中古でいい。ちゃんと使えればな。今日の午後にでも持ってきてくれ。お前何始める気だ。飯屋でもやるのか。まあ、そんなとこだ。ついでに見てほしいんだが。工事現場の食堂で使うようなステンレスのトレイってあるか。まず、150セット頼む。いいぞ。後で倉庫を整理して午後に連絡する。もしもし長さん？上輪です。ちょっとお願いがあるんですが、城南の工事現場で内部向けの食堂をやりたいんです。それで、営業許可証と衛生許可証の件なんですが。食堂で作業員に飯を。作業員たちの食事が不便で、外の店は高いし、不衛生だし、だから自分でやろうかと思って、仲間たちに温かい飯を食わせてやりたいんですよ。そいつは良いことじゃないか。手続きについて聞いてみてやるよ。湾岸審査でいけるはずだ。ありがとうございます。長さん、今度いっぱいおごらせてください。長さん中にフリーでトコがあります。まだ使えるか試してみよう。取っとけ。節約できるもんはしとかないと。姉さんたち、これは買い出しの金だ。
明日から厨房は頼んだぞ。頼みは一つだけだ。みんなに腹いっぱい食わせてやってくれ。できるか？ジョーさん、こんな大金を私たちに持ち逃げされたらって心配じゃないんですか？姉さんたちがそんな人だったら、翔さんもつよも2年も、俺と一緒に現場で働いてないさ。ジョーさん、信じてくれてるんですね。必ずしっかりやります。ご安心を使ったお金は1円たりともきちんと帳簿につけますから。じゃあ、細かいことは言わない。明日は初日だ。買い出しは任せる。金は気にするな。メニューも自分たちで決めていい。得意なものを作ってくれ。豚の過去には臭いの甘酢炒め、押し豆腐の炒め物、この3つは得意よ。私は麻婆豆腐とじゃがいものほま切りさんらついた目が作れるわ。よし、それにしよう。明日の昼うちの食堂の開店だ。あら、誰かと思えばどうしたの？食べるところがなくて、また戻ってきたわけ。食べたいならいいけど。先に言っとくわ。ご飯のおかわりは1回に4円追加だから。序章さん。店の前のご飯、おかわり自由の看板は？外したけど何か？まだただ飯に厚こうって本単かい。飯を食いに来たんじゃない。教えに来てやっただけだ。あんたのその看板も必要なくなるってな。どういうことよ？これからあんたの店に客は誰も来なくなるからだ。誰も来ないじゃないか。うちの店に入るのは人じゃねえってのか。目ん玉ついてねえのか。今日はまだ人がいる。明日は、明後日は。誰を脅してやがんだ。この辺の飯屋はうちだけだぞ。お前らみてえな作業員が。うちで食わなきゃ、他にどこで食ってんだよ。自分たちで作る。作業開始。今日はなんでこんなに人が少ないんだ。はい、いらっしゃい。今日は新メニューがあるよ。豚の角煮だ。おい、どこへ行くんだお前ら。もう仕事は終わりだろ？なんでみんな気でも狂ったみてえに、また工事現場の方へ向かってんだ。ちょっと見に行かねえと。長さん、角にもっと多めにしてくれ。この角に絶品だな。はよ、たっぷりあるからね。足りなきゃ、また来ないくらでもあるから。乗算行列が店の外までできてます。隣の工事現場の連中まで来てますよ。中に通してやれ。厨房の皆に伝えてくれ。料理の量はさらに3割増しだ。常連出てきな。常連出てこい。よくも私の商売の邪魔をしたな。顔も出せないってわけかい。何の用だ？プレゼントを持ってきたのよ。ほら、これを見てみな。死んだネズミよ。私の店の前で拾ったの。あんたが置いたんだろう。そんなに暇じゃない。とぼけるな。こっちの店は3日も客が来てないんだ。店の前には毎日ネズミの死骸。あんたじゃなきゃ誰がやるってんだ。自分の商売がうまくいかないからって、こっちのせいにするな。あんたの店に客が寄りつかなくなったのは死んだネズミのせいか。あんたが客を奪って追い払ったからだろうが、あの日、あんたが俺たちを薄汚い労働者の寄生虫呼ばわりしたのを、ここにいる仲間たちはみんな覚えてるぜ。そうだ。あの日、あの店でひどいのの知られ方したんだ。自分の商売が傾いたからって因縁付けに部屋がった。あんたたち、グルになって女一人をいじめる機会。いいわ、常連。覚えてなさいよ。あんたの店をめちゃくちゃにしてやらなきゃ、私が廃業してやるわ。坂の兄貴、この女頭おかしいです。警察呼びますか？いや、いい。あいつが騒ぐたびに、こっちの宣伝になる。この音声らずのガキどもが、私が1年も飯を作ってやったのに、いきなり手のひら返しやがって。ラオ先人が反戦も滞納してるじゃない。一体払う気やんの？払うよ。誰が払わないなんて言った？もう少しだけ待ってくれ。ダメだね。3日以内に払わなきゃ鍵交換するから。ジョーリン、私を追い詰めるなら道連れにしてやる。ジョーさん、今週はに800の赤字です。料理の量が多すぎます。まずは量を少し抑えましょう。味は落とせません。ジョーさん、大変です。保健所の者が来ました。
どうも。こちらの食堂が無許可営業で衛生基準を満たしていないと通報がありました。営業許可証ならあります。中に消毒棚も冷蔵庫も揃っています。いつでも確認してください。きっちりしてるな。その辺の飲食店より清潔だ。行こう。ジョーさん、間違いなくあいつの仕業です。一度目の通報が失敗したからって、また次も仕掛けてきます。受けて立つだけだ。許可証はすべて揃っている。愛生検査でも問題は見つからない。なら消防を調べろ。もしもし、消防署の方ですか？通報したいことがありまして。城南の工事現場にある食堂なんですが、消防設備が基準を満たしていないんです。中がすべて効いたと発泡スチロールでして、火事でも起きたら死人が出ますよ。紹介、避難系統ピーマナイ通信上。この食堂は耐火材を使って建てられてるな。かなり高い基準だ。通報者は誰だ？時間の無駄だった。また来ますよ。次はどんな手で来るか？あの女、まるで狂犬だ。坂の兄貴、いつまでもやられっぱなしじゃ、まずいですよ。もうしばらく待て。ああいう輩は放っておいても勝手に自滅する。マーマさん、俺辞めます。なんだって？給料もまだだろうに。それに、お前にやらせる仕事ももうない。みんな一前どいつもこいつも恩知らずのが決めとっと通せな上輪。店は潰れ。人にも逃げられ全部あんたのせいよ。どうせあの食堂だけが頼りなんだろ。その食堂もなくなったらどうする？もしもし、上産家食堂の裏口で誰かがガス管をいじってる。ああ、わかった。社長、間違いなく劉備法です。昼間の通報がうまくいかなかった腹いせによる墓石に来たんですよ。警備員が早く見つけてくれたから良かったものの、もし朝日でもつけてたら、食堂ごと吹っ飛ぶところでした。通報しろ。今回は防犯カメラがある。両凤さん。昨夜、工事現場の食堂でガス管が土敵に破壊される事件がありました。防犯カメラにあなたの姿が映っています。署までご同行願います。何かの間違いです。昨日の夜はずっと家にいました。カメラの人物はマスクと帽子を着用していますが、あなたの着ている服や靴と全く同じです。それに、昨夜あなたの携帯の電波が食堂の近くにあったことも確認できています。とにかく署で話を聞かせてもらいましょう。あれ、弁当屋の助手さんじゃないか。ガス管を切断しに行ったって聞いたぞ。食堂を爆破しようとしたらしい。さすがに悪質すぎるだろ。中には作業員が100人以上もいるのに。捕まって当然だ。料理ファン。証拠は確かです。何か言いたいことは？あいつにはめられたの。監視カメラに映ってるのは私じゃない。あいつが人を雇って私のふりをさせたのよ。あいつは私を社会的に抹殺する気なの。あなたにそんな深い恨みはないわ。自分で自分の首を絞めただけじゃない。ふざけないでよ。あんたがあんなクソ食堂を開かなければ私の店が潰れることなんてなかった。私の商売を横取りしておいて。今更いい人ぶるなんて上輪ろくな死に方しないわよ。よし。商人の携帯位置情報はすべて監視元だ。叱るべく対処してくれ。上輪、見てなさいよ。出所したらあんたとは終わらないから。Harparen Louvbang. 再三起義外，以貌或死力。朝議事難者以外難者在。Nolene, Logadent, Seedane。覚えておくわ。出所するのを待ってなさいよ。しっかり構成するように。ジョーさん、ようやく静かになりましたね。食堂の方はどうだ？この1月でさらに30席増やしました。隣の2つの工事現場も、うちと給食契約を結びました。よし、この件はもう終わりだ。今後劉備法のことは二度と口にするな。前に進むぞ。上等なハッピー現地な新しい現場だが、
現場事務所の方から直接返事が来た。上等には今まともな食堂がないそうだ。作業員は毎日屋台で済ませていて、現場事務所も頭を抱えていると、うちに伝点してほしいらしい。場所の条件は、現場が場所を無償で提供、水道光熱費は自己負担。後期は3年唯一の条件は、食事の質を必ず保証すること。悪くない条件だな。京くんがチームを率いて上等へ行ってくれ。まずは厨房を立ち上げるんだ。張さんは、こっちを頼む本店と向こう、両方同時に進めるぞ。聞いたわ。上等はハーフ変が。最低でも料理人が6人調理補助が4人はいるな。募集は作業員対作業員の家族を優先しろ。給料は相場の2割増しで。上さん、上等で少し問題が。工事現場の近くに怪しい連中がいます。うちの作業員を横取りしようと、食堂の商売を邪魔するんじゃありません。うちの求人を妨害してきてるんです。どういうことだ？上等に孫病という男がいまして、あの辺りで、いわゆる人材派遣会社を仕切ってるんです。我々が上等に食堂を出すと聞きつけて、こう言いふらしていると、もし蒸気食堂で働く奴がいたら、今後上等で仕事にありつけると思うなと。島割りがみかじめ料をせびってるのと同じじゃないか。まあそんなところです。孫病の手元は、7、8人も何年も上等で幅を利かせている連中です。上等にあるいくつかの現場の日雇いや、運搬清掃の仕事は、全部そいつらを通さないと手に入らない。ピンバンも相当えげつないようです。うちは日雇いを募集してるわけじゃない。まっとうな飲食店の正社員だぞ。あいつらに口出される筋合いはないよ。うちの従業員には手出しできません。ですが、応募してくる人間を脅すことはできる。田舎から出稼ぎに来ている作業員たちは、仕事がなくなるのが何より怖いんです。孫狂眼なこと言うのは、人を怖がらせるためだ。俺たちが上等で、人を集められないように、人がいなけりゃ、食堂は開けない。食堂が開けなければ、奴の狙いは俺たちじゃない。上等全体だ。工事現場の台所をな。じゃあどうする？明日上等へ行く。この孫兵という男に直接会ってみる。お前が上林か。城南で食堂をやってるそうだな。かなりでかいらしいじゃねえか。何しに上等まで来て島を荒らす気だ。島を荒らしに来たんじゃない？食堂を開きに来ただけだ。工事現場の食堂な。まっとうな商売だ。じゃあ、気が、お前が食堂を開けば、作業員はみんなお前のとこで食う。そしたら道端で弁当を売ってる連中はどうなる？あいつらはみんな俺から仕入れてるんだ。何をだ？狭山油野菜だ。この上等エリアの露天商販、食材は全部俺がおろしてる。お前が食堂を開いたせいで、あいつらは商売上がったりだ。俺は誰におろせばいいんだよ。つまり、あんたは労働者を守ってるわけじゃない。守ってるのは、あんた自身の卸の商売だ。おとなしく、罠にいりゃあな。こっちも手出しはしなかった。だがどうしても上等に来るって言うなら、人が集まらないだけじゃ済まなくなる。上等にいる800人以上の労働者が、毎日昼に温かい飯を食えずにいる。あんたは気にしないんだろうが、俺は気にする。俺に道理を解く気か。道理を解いてるんじゃない。あんたに教えてやってるんだ。蒸気食堂は必ずこの上等で開く。もし協力したいって言うなら話に乗ってやってもいい。こっちの足を引っ張るつもりなら、城南のガス管の件、聞いたことぐらいあるだろう。こっちは面倒を恐れたりしねえ。重慶上の野郎随分と強気じゃねえすか。一発かましてやりましょうか。焦るな。まずは食堂を開かせろ。回転しちまえば、潰す方法なんざいくらでもある。やっとまともな食堂ができた前は、毎日屋台で済ませてたけど、高いし不衛生だし。1200円でおかず紙品に汁物付きか、外で食うより半額じゃん。良心的すぎる。坂の兄貴買いでちょっと。弁当10円に組みしない野菜1品安いよ。こいつらは孫兵の連中だ。わざと安売りしてうちの営業を妨害してる。食材は全部賞味期限切れ、寸前の代物だ。コストを極限まで抑えてな。完全に嫌がらせが目的だ。警察を呼ぶか。呼んでも無駄だ。警察が来れば連中は消える。だが、去った途端すぐ戻ってくる。価格競争に乗る気はない。だが、従業員たちには理解させないと何が違うのかをな。明日からだ。食堂の入り口に展示パネルを設置する。うちの食材の仕入れ先、品質検査報告書、トレーサビリティの情報を全部貼り出すんだ。横にテレビも置いて、繰り返し流すうちの厨房のリアルタイム映像をな。ここの食堂の肉はその日の朝締めたものだし、野菜も新鮮だ。あそこの弁当肉の色が変わってるんだよ。俺一等作ったんだけど、腹を壊しちまってさ。それでよく食ったな。もう二度と食うかよ。やっぱり食堂が安心だよな。
エビオの兄貴。食堂前の連中も持ちません。この2日帯ターチ中はもう売れてないんです。作業員は皆食堂で食うようになりまして。使えねえな。値段を家までも遂げろと言っただろうが、もう遂げたのか。800円にしてもさっぱりです。奴らが食堂側が厨房の監視カメラを入り口に公開して、作業員に見せてるんですよ。これじゃ、誰も俺たちのを信用しません。なら価格競争は終わりだ。別の手で行く。あの食堂の残飯を調べろ。誰が回収してるかな。残飯ですか？そうだ。何百人もが飯を食うんだ。毎日の残飯の量はバカにならん。この上等一帯の残飯回収は、様の親父の島だ。様の親父に話を通しておけ。俺の指示だとな。仙寸食堂の残飯は回収するなど裏口に積ませておけ。夏場だ。2日もすれば腐る。どう出るか見ものだな。上山山の旦那に連絡したんだが、受け取らないんじゃなく、何者かに止められてるそうだ。誰かって聞いたんだが、怖くて言えないと。聞くまでもねえ。孫兵だろ？あの連中やリッチが演出すぎる。表立て勝てねえからって裏でコソコソやりやがる。生ゴミをこのまま貯めておくわけにはいかない。明後日は保健所の査察だ。こんな肝心な時にヘマはできん。城南の李さんに連絡してみる。城南から収集車を1台回してもらえるかもしれん。奴の手口は大体読めた。嫌がらせ、圧力、兵糧攻め。3つの手はもう使い果たした。これで奴も手詰まりのはずだ。この三文芝居が終われば、奴も俺と話すしかなくなる。城社長、先日の左官では大変無礼な口を聞きました。本日お越しいただいたのも、そのお詫びをと思ったのですが。孫社長、担当直入に言わせてもらうぜ。お前の食堂も開店して2月が経った、俺の息のかかった連中が、お前の店の前に居座ったり、おろし値を操作したり、残飯の処理ルートを断ったりもした。だがお前は全部耐え抜きやがった、正直言って。俺もこの上等で長年やってるが、俺のこの仕打ちに耐えられた奴はそう多くはねえ。じゃあ、手を引く気になったのか？引かねえ。だがやり方を変えようと思ってな。お前の食堂結構な売り上げだろ。毎日野菜や肉を仕入れてる。仕入れの量も相当なもんだろ。俺は上等にルートを持ってる米油、肉、野菜。お前が今使ってる卸業者より1割は安くできる。お前が俺から仕入れるんなら、俺たちは協力関係だ。そうなれば、今後この上等で誰もお前に手出しはしねえ。あんたの食材はなんで安いんだ？ルールが違う。そのルートを見せてほしい。明日あんたの倉庫に案内してくれ。食材の質に問題がなければ考えてもいい。もし問題があるようなら、この話はなかったことにしてくれ。これがてめえのルートか。安いんだろうがな。工事現場の食堂にはこれで10分だと。孫兵、お前は上等で長年やってきたんだろうが、なぜだかわかるか？そこの露店の弁当屋が8円でも売れ残るのか？ここの作業員たちはバカじゃねえからだ。肉が新鮮かどうか、料理がうまいかどうかは一口食えばわかる。お前が扱うこんな肉、いくら安くても俺は使わねえ。今日はっきり言っといてやる。蒸気食堂の食材花、全部正規のルートから仕入れてる。お前の品物は使わねえ。あんたのやり方で俺を脅そうなんて思うな。こっちの顔を潰す気か。メンツってのはな、自分で稼ぐもんだ。お前は上等に長年いるが、みかじめ料を取ることと、問題のある食材を横流しする以外に、何かまともなことを一つでもしたか？俺とお前の最大の違いはな。お前がこの作業員たちをカモだと思っているのに対し、俺はあいつらを兄弟だと思ってるってことだ。いいだろう。大したもんだ。だがあまり調子に乗るなよ。この上等はお前が思うより根が深いぞ。俺は手を出さん。だが他の奴らがどう出るかは知らん。孫兵はしばらく動かないだろう。だが奴のおかげで一つ気づかされた。上等の食材供給網に問題がある。俺たち以外、すべての屋台や軽食店が孫兵から仕入れてるんだ。あの品物には問題がある。って言うと？一つ考えがある。上等に食材の配送センターを建てるんだ。正規のルートから一括で仕入れる。そしてそれを原価で上等の工事現場や周辺の屋台軽食店に卸す。価格の上乗せはしない。運営コストさえ回収できればいい。それって、マゲヘオから供給網のビジネスを奪うつもり。横取りじゃない取って変わるだけだ。あいつの品物は問題だらけだ。遅かれ早かれ何か起きる問題が起きてからじゃ遅い。上等全体の食の安全が脅かされることになる。俺たちが先にこの穴を埋めるんだ。それに小さい業者たちにとっても、うちから仕入れれば値段は孫兵のところと大して変わらない。だが品質は保証付きだ。誰かの言いなりにならずに済む。けど、かなりの投資が必要だろ？倉庫コールドチェーン郵送。うちの食堂一つの利益じゃ、とても割り切れないぞ。一気にやる必要はない。
まずは自前の配送から始めるんだ。うちの食堂は、もともと毎日、上南のメイン倉庫から品物を運んでる。その上南の倉庫と、コールドチェーンのシステムを、上等にそっくりそのまま持ってくれば、コストは思うほどかからない。それに、計算済みだ。もし上等周辺の小さい業者たちが、みんなうちから仕入れてくれるようになれば、規模が大きくなった後、コストはさらに抑えられる。このジャガイモ孫病のところのよりずっと新鮮だ。値段も大して変わらないし。何より配達が時間通りなのが大きい。前は孫表から仕入れてたが、あいつの期限次第だったからな。今日契約した屋台は、どれくらい？上等の工事現場周辺で30件以上、移動やタイの半分はこっちに来た。まだ足りない。孫病の手元にはどれくらい残ってる？もう多くはない。あいつはもともと品質で客を掴んでたんじゃない。脅しでやってたんだ。今、こっちが供給を断ったから、手元の屋台の半分以上が逃げ出した。最近相当頭に来てるらしい。俺様の商売が食堂やってるやつに横取りされるとはな。こんなことが知られたら、上等で顔が立たねえだろうが。ピョの兄貴一発ガツンとやりますか？俺の商売が食堂経営のやつに横取りされちまった。こんな話が知られたら、上等で顔が立たねえ。ピョの兄貴奴らに一発かましてやりますか？まともにぶつかっても勝てない奴らは、手続きをすべて済ませてる。プロジェクト部の後ろ盾があって、作業員も100人以上いる。力ずくでいけば損をするのはこっちだ。だが、このまま黙って引き元がれるか。このままじゃ腹の虫が収まらねえ。あいつは総センターをやるつもりなんだろう。よーし。だったら好きにやらせておけ。役人が来ました。うちの配送センターが通報されたと、資格不備だそうです。資格はすべて揃っている。行くぞ！証明書類は完備倉庫の温度は基準値です。全食材に検疫の証印あり、実に規範的だ。ジョーさん、またやつです。はい。総センターの全書類と品質検査報告書を多めにコピーしておけ。一部は配送センターの入り口に貼り出し、各露店にも一部ずつ配るんだ。今後、誰が査察に来ようと、これをそのまま渡せばいい。それから、配送センターと食堂の入り口に監視カメラを2台ずつ増設しろ。高画質のやつをな。奴が一度査察に来るたびに、こっちは守りを一つ固める。奴の査察が、うちの無料宣伝になるってことを見せつけてやれ。カチさん、今月の月次報告が出ました。上等の食堂が黒字に転じました。配送センターはまだ赤字ですが、赤字額は先月の半分にまで立っています。この調子なら、再来月にはトントンになるかと。よし。孫表の方はどうだ？奴と取引してる卸業者はもう10社も残っていません。先月、部元のチンピラが2人田舎に帰りました。聞くところによると、今は上等の工事現場で日雇いの運びをやってるそうです。数月前まであれだけ幅を利かせていた地元の顔役が、こうもあっけなく。あいつのやり方じゃ、そもそも長続きしない。人を脅し、みかじめ料を取ったり、分け合い品で、利ザヤを稼いだり。長く続く商売じゃない。俺たちは、その過程を少しはやめただけだ。これで上等は安泰ですね。次は、城北への進出を考えています。あちらは、工事現場がより密集していて、食堂への需要もより大きいです。城北は上等より荒れてるぞ。孫表のような奴が何人もいるらしい。それぞれが縄張りを仕切ってな。次はもっと大きな戦いだ。だが焦るな。まずは、上等の基盤を固める。来月から、上等であるものを試験的に導入する。作業員向けの栄養朝食だ。多くの作業員が朝飯も食わずに仕事に行ってる。体に悪い。うちの配送センターで朝5時から朝食の提供を始める。肉まんやまんじゅう豆乳卵を原価で販売する。現じゃ儲からない。ああ、儲け話だ。食堂と配送センターはもう黒字だからな。朝食は作業員たちへの還元だと思えばいい。腹が満たされりゃ仕事にも力がいる。現場の進捗が早くなる。プロジェクト部も喜ぶ。プロジェクト部が喜べば、次の新しい現場があるとき、真っ先にうちを思い出してくれる価格競争なんかより、よっぽど割に合うだろう。肉まん100本。卵50円、安。ジョーさんが言ってた、朝飯は儲けど外資だって、みんな腹いっぱい食ってから仕事に行けってさ、これから毎日やるらしいぞ。ジョーさんは本当に？ジョーさん、手代に行かなくていいのか？俺の出番はないさ。阿京たちがうまくやってる。昔を思い出すな。古い倉庫で最初の食堂を開いた時のことだ。ただ、皆に温かい飯を食わせたかっただけなのに。
それがあっという間に、食堂12軒に配送センターが1つ。今じゃ、鮫島で出すようになったとはな。あの頃のお前ポケットから出したあの3万字今でも覚えてるぜ。あの頃は本当にケチだった中古の冷凍庫を1台買ってなかなか捨てられなかったよな。今はもうケツじゃないだろ。いや、今もケチだ。自分に対してだけだがな。従業員には使うべき金は使う。城北の震源場3件全部抑えた年明け着工だ。城南本店の改装図面もできた。古い倉庫は壊して、標準仕様のセントラルキッチンを建て直す。そうなれば、同時に5つの食堂へ配食が可能になる。いいじゃないか。ただ、一つ考えがある。セントラルキッチンが完成したら、一角に研修用の教室を作る。そこで、大量調理と食品衛生管理を専門に教えるんだ。受講生は作業員とその家族から募集。受講は無料だ。技術を身につけて、うちで働きたいって人には、優先的に仕事を用意する。独立して店を持ちたい人には、開業支援もする。研修もやるのか。ああ。今、15の現場に給食を提供してて、毎日1万人以上の胃袋を預かってる。俺たち数人じゃ、もう管理しきれない。人材の育成が急務だ。そして何より、もっと多くの現場にまともな食堂を作ってやりたいんだ。俺一人の力で視点を出すんじゃない。俺たちが育てた者たちが出すんだ。一人なら早く進める。だが、港なら遠くまで行ける。ジョーさん。だんだん、起業家みたいな口ぶりですね。寄せ合い。まずは、セントラルキッチンの設立が先だ。設計図は城山役所の方がお見えです。壮行会の方です。会議室でお待ちになっています。壮行会が何の用だ？いえ、悪い話ではないようです。どうやら、うちの作業員向け朝食プロジェクトと、無料の技能研修について聞きつけたらしく、うちとの提携を希望されています。ジョー社長、私どもは上司らのことを1年以上前から存じ上げております。作業員の皆さんからの評判も非常に高い。特に安価な食事を提供し続けていらっしゃる点。さらには作業員向けの朝食を無償で提供されていること。そして技能研修もこれらは市内の建設業界では他に類を見ない取り組みです。李主任恐れ入ります。特別なことをしているつもりはございません。御社の事業は実にユニークですね。本日はある提言についてご相談に参りました。市の労働組合で現場作業員を支援する計画がありまして、住所の工事現場に作業員向けのサービス拠点を設置します。手頃で美味しい食事の提供、技能研修、そして法的支援も行います。我々が政策を立て、資金の一部を負担します。御社には技術と運営を担っていただきたい。サービス拠点の名前ですが、DTs、蒸気、主導というのはどうでしょう？いかがですか？10カ所の現場で対象となる作業員は何人ほどに？およそ2万人です。李重、そのお話、お受けします。上社長をお伺いしましたが、3年前はまだ現場を取り仕切る手配師だったとか、ファストフード店で客に罵倒されたとも、それが今や市内で最大手の現場向け食堂事業者になられました。今のお気持ちはいかがですか？3年前、丼飯を頭からぶっかけられました。あの時は屈辱でしかありませんでした。ですが、後になって気づいたんです。あれは、天が私に教えてくれていたのだと、この世には温かい飯にありつけない人が大勢いるということを、あの時、私に飯をぶっかけた人に感謝したい。あの人がいなければ、今の上記の食堂はありません。